世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。この度ですね、ライズ・オブ・リベリオン、千葉つのぼらば竜の降る、東京ゲームショウ2024に出展させていただく運びとなりました。ご報告させていただきます。はい、ということでね、いきなり第1弾 PV の冒頭をちょっと流しながら発表させてもらったんですが、こちらの PV をね、フルバージョン近いうちにアップロードしますんで、お楽しみくださいという感じなんですが、そんなことよりもね、千葉津 TGS 行くことになりました。日程に関しては9月の26から29の4日間ですね。前半2日間がビジネスデー、後半2日間が一般デーとなっております。今からね、チケット購入して予定立てて遊びに行くっていうのはなかなか難しいとは思うんですが、もうすでにね、東京ゲームショウ元から来る予定でしたっていう方たちはね、ぜひ千葉津のブース見つけてね、遊びに来てくれると嬉しいです。一応講談社のゲームクリエイターズラボっていう大きな括りの中の一つとして出展させてもらうので、まずはね、講談社ブースを探してもらうのが分かりやすいかなと思います。そして前半2日間のメディアデーの方ですね。今この動画ね、もし見ているメディアの方々いらっしゃいましたら、ぜひね、取材でも何でも受けますんで、プレイしに来てください。それから特に IGN ジャパンのね、皆様方、もうあなたたちはね、必ずプレイしに来てください。お願いします。というのもですね、こちらは8月30日付の IGN の記事なんですけど、千葉つのぼらば竜の降るが TGS2024 にて私有出展へということで、8月30だからちょうど1週間ぐらい前ですか？なんでうちのチャンネルより発表するの早いねつうことでね、これ正直びっくりしましたよ。やっぱね、制作実況をやってる強みとして、自分自身がね、メディアの役割も兼ねることができるっていうのは一個ね、大きな強みとしてあると思うんですが、今回はちょっと IGN さんに先を越されてしまったということで、2番手でね、TGS のことを発表させてもらう流れとなりました。別にこれね、全然怒ってるとかじゃなくって、多分ね、講談社の広報担当とかとのやり取りの中でね、いろいろあった結果だとは思うんですけど、IGN さんね、昔からめちゃくちゃ千葉津のことね、情報を追ってくれて、宣伝とかもしてくれてるんですよ。旧千葉津の時に出た動画なんかではね、倉部さん、今井さん、野口さんの3人でめちゃくちゃ踏み込んだところまでね、千葉津に関する熱いトークを繰り広げてくれてたので、個人的にはね、すげえ見応えあって面白かったんですけど、今回の TGS ではね、野口さんがかなりソウルライク好きのゲーマーという風に聞いてますので、ちょっとね、ぜひプレイしてほしいなーなんて思ってます。IGN のチャンネルの方でもね、千葉津を取り扱った動画はかなり再生回数出てたんで、これから先もね、お互いいい影響を与えながら関わっていけたらなと思ってます。そしてあとはゲームレビュー系の YouTuber さんたちですよね。彼らもおそらく企業などから招待されて TGS にね、足を運ばれる方多いと思うんですが、動画とかもね、全然出るんで、空いた時間にちょろっとね、講談社ブースまで遊びに来てくれると嬉しいです。中でもね、旧千葉津で一番再生数取ってくれてたキャベツさんね、TGS 来るのかな？ちょっとわかんないんですけど、どうやら最近ね、ご自身でゲーム制作も始められたってことなんで、かなり色々話してみたいことがたくさんあるんですよね。もしよかったら遊びに来てください。ということで TGS の宣伝をね、ちょっとさせてもらいました。ここから先はね、いつも通り今週の作業の進捗を共有していこうと思うんですが、今週はですね、前半部分は主に TGS でプレイしてもらうバージョンのビルド作成というところに大半を当てておりました。無事提出の方もね、完了しましたので、一応あともう1回ぐらいかな、来週あたりにその講談社のデバッグとかしてもらって、そこで出てきた細々としたバグとかを修正したバージョンですね、を再提出して、で、そのバージョンがね、TGS の現地に行って実際プレイしてもらうときに遊んでもらうバージョンになるというような段取りになっております。なので細かいバグ修正とか以外はね、本筋の部分は完璧に完成しているかなという感じで、TGS 自体はね、15分っていう、1回のプレイの縛り時間があるので、その中で収まるように、チュートリアル部分だったりとか、道中の攻略を少し、それから最後にチュートリアルボスとの戦いですね、というような構成になってまして、その講談社のテストプレイ映像とか見てる限り、かなりボス戦は苦労するようなバランスに仕上がってるかなと思います。というかそうなるように調整しておきました。どっちかというとね、こういうイベント会では歯応えのある難易度の方がね、ギャラリーとかも結構湧きやすいかなと思うので、その辺も意識しつつバランス調整は行いました。なので製品版では今回の体験版よりもしかしたら簡単になってるかもしれないですね。
続きまして、今週の実装でね、ちょっと見た目が面白いやつの紹介なんですけど、こちらですね、飛び道具メインに戦ってくる敵キャラ。こいつは久方ぶりの登場になるわけなんですが、以前制作したね、弾丸システムを用いて、新しいタイプの弾を発射するようになってきました。遅い弾と速い弾の2種類を打ち上げてくる感じですね。速い弾に関しては、弓を引くモーションでね、かっこよく飛ばしてくる、追尾性能は低めの弾。そして遅い方の弾はね、栄翔っぽいモーションの後に出現してきて、速度は遅いんだけど、かなりね、追尾性能は高めという感じ。この2種類の弾をね、波状攻撃っぽく、うまく使用してくるような行動パターンね、組めてるんじゃないかなと思います。基本的に近づけばね、こちらのターンって感じなんですけど、そこで仕留め損なうとね、またちょっと距離離されてしまって弓打ちターンが開始するという感じで、比較的にね、プレイヤーからは嫌われるタイプのエネミーかなとは思うんですが、ちょっと皆さんのね、反応とか伺いつつ、調整していきたいなと思ってます。基本的なムーブに関してはね、現時点でほぼほぼ完成しているという形になります。そこからどう調整していくかっていう感じですね。あと一応タイプ違いとしてね、遅い方の弾だけを連発してくる、いわゆる固定放題的な役割もこなせるような、そんな行動パターンも用意してますね。こっちのパターンの場合は、自分からはね、ほぼ近づいてこないような形になっているので、高台とかにね、配置するのに向いているというような感じです。今回ね、この遅い方の弾新しく追加したんですけども、一応パラメーターの方をちょっと見ときましょうか。こんな感じでちょっとね、弾丸システムもリニューアルされてまして、2つのカーブグラフがね、追加されてます。1段目の方が速度に関するものですね。横軸が時間になっていて、縦軸が速度になっていると。そして2つ目のカーブグラフの方は、こちらは追尾性能を示すグラフになっております。同じく横軸は時間で、縦軸は追尾性能の強さという感じ。つまりこの弾に関しては一定時間は結構強めの誘導かかるんだけれども、一定時間が経過し終わるともう即座にね、追尾性能がゼロになるということで、しばらくね、ガンダッシュで避けていればいずれなんとかなるというような作りの弾になってます。他にもガードやパリーなんかも有効な手段ではあるんですが、前述した通りね、絡め手として他のアクションと一緒に使ってくるので、かなりいい塩梅の弾になってるんじゃないかなと思います。で、あと、エフェクトの色についてなんですけど、今回ね、赤色と青色で2種類の色出てきましたよね。で、赤色のエフェクトに関しては、今まであんまり使ってこなかったんじゃないかなと思います。で、どうやらですね、この赤色のメインエネルギーっていうのは、このセカンドステージのね、ちょうどお城の地下部分ですね、にこういった地下遺跡っぽいものをちょっとね、こちら今制作進めてるところなんですけど、こういうちょっと闇っぽいエリアを作ってまして、この辺りではね、その敵国白ナが行っている非人道的な人体実験みたいな話をちょっと過去動画でしたことあると思うんですけど、そういった白ナの暗い部分ですよねが凝縮されたエリアという感じになってます。どうやら赤いメイエネルギーもこういったところが発祥みたいですね。このステージには他にもね、赤いメイを使ってくるような敵キャラ多数出てくる予定です。というわけで今回紹介した玉キャラに関してはね、一部そういった闇のパワーもちょっと使いつつといった感じに仕上げてみました。かなり2つの弾のね、性能がめちゃくちゃ違うので、そういった意味でもね、色を分けとくのは、ゲーム的な意味でもね、分かりやすいかなと思ってます。では、ここからはね、コメントの紹介コーナーやっていこうと思います。まずはこちら。トロルくん、生えてる石の大きさとか位置で個性出せそうでいいなということで。これそうっすね。こういうのやりたいっすよね。あと、もちろんね、武器を持ってるバージョンのトロルも出現予定なので、その辺はちょっとね、おいおいご紹介できたらなと思います。あと、ちょっとね、皆さんも気づいてるかとは思うんですが、この石付きトロルね、もちろんボス個体も登場しますので、そいつなんかはね、その皮膚を突き破って生えてる岩がね、めちゃくちゃでかかったりしそうっすよね。そっから弾飛ばしてきたりとかね、なんか面白いことできそうな感じしてるので、こちらも乞うご期待ということでお待ちください。じゃあ次です。前から思っていたのですが、ヒット音が金属が擦れてる感じで、むしろガードされている印象を受けますと、パリーとの違いがあまり聞き取れないということですね。これですね、音に関してはね、かなり専門性が出る分野なので、僕もめちゃくちゃ苦労はしてるんですけども、実はですね、昔ヒット系の音ね、全部まるっと変更したんですよね。で、そのタイミングがちょっといつだったかはね、覚えてないんですけど、新生千葉の開発の初期の方の動画見てもらうと、ちょっとね、ヒット音とかがだいぶ違ってたことを確認できるかと思います。で、その昔の音の時はね、もっとこれ系のコメント、音に関するコメントがめちゃくちゃ多くて、ちょっとさすがに変えなきゃなということ
ことで、現状の音にね、今変更されてるわけなんですが、もちろんね、まだまだよくできるところではあると思うんですが、これもちょっとやはりね、コンテンツが全部揃い次第、時間があったら対応していけたらなというタスクとして、ちょっとね、記憶に留めておきたいと思います。もしかするとなんですけど、逆にね、パリ側の音をもっと強調するとか、そういう方向性もあるのかななんていうふうに、このコメント読んでてちょっと思いました。では次です。竜のサイズ感めっちゃいいと思う。かなり迫力増した。ということで、これ系のコメントもたくさんいただいてましたね。ガチでめちゃくちゃでかくしたんですよね、あれ。ちょっとやりすぎかなってぐらい。そのおかげでね、サードステージで実際韓流の近場に行くときは、ちょっとサイズに嘘つくことになりそうなんですが、その辺はね、サードステージ作るときに、いい塩梅のね、嘘をちょっと探していこうと思います。で、これと関連してなんですが、韓流そのものがですね、岩との色が似ているので、ちょっとわかりにくいんじゃないかっていうコメントもいただいてました。これに関してはですね、もうわざとそうしているっていう形になります。もちろん竜が石化してるからっていう設定面の話もあるんですけど、一応ビジュアル的な話でもね、竜をまじまじと強調したいというよりは、竜っぽいね、この岩のシルエットがあって、あれ一体何なんだぐらいの感じの印象を与えたいので、プラスであれですよね、オープニングムービーの韓流の元へ向かいなさいという謎の声。そもそも韓流っていうワード自体ね、このゲーム内の造語なので、ちょっと意味わからないところはあると思うんですが、そういったミステリアス感も含めてね、岩と同じスキンの方がいいかなという風に判断したということになります。あとは、千髪の色っぽいね、ブルーの差し色っぽいのを少し混ぜるっていう風な案もね、下の方に書いているみたいですけど、これに関してはね、やってみるのもありかなと思ってます。なんですが、もうすでに現状のビジュアルでね、前回時点のビジュアルでもうかなり、製品版に出しても合格なラインかなと個人的には判断してますので、これらのさらなるブラッシュアップというところも、一旦ゲームが完成してから着手していくという流れになるかなと思います。では次がラストなんですけど、このコメントですね、ちょっとタイムスタンプとか使ってくれてて、入り組んだね、形になってるんですが、ちょっとね、僕の裁量で要約させてもらうと、ハイタカがですね、目指している世界一面白いアクション RPG。実際にゴーティを出すときに目指しているようなゲームジャンルっていうのは、前回動画でね、これ詳しく説明してるんですけど、一応現状似たようなゲームは出ていないと。なんですけれども、結局ね、それを実現するまでの間に、他の他社、大きな会社とかがそういった類似してるね、ゲームを出す可能性があるんじゃなかろうかということで、そのリスクについてどう考えられてますかという質問なんですけど、これに関してはですね、そもそも世界一っていうものを目指すと公言してね、この YouTube 始めた時点で、全て織り込み済みってことになりますね。世界一を取るっていうのは、その言葉通り、現状ね、世に出ている過去のゲームとか現在のゲームを全て超えていくっていうのは当たり前だし、自分のゲームが完成するまでに出てくるであろう、その未来のゲームたちも超えなきゃいけない。それが世界一っていう言葉の意味なんで、そもそもこれはリスクというよりは、それ含めてね、もうクエストを受注した時点で達成しないといけない条件の一つとして、勘定されているのかなというふうに考えてもらったらちょっとわかりやすいんじゃないかなと思います。そもそも今までもありましたよ。それこそデモンズソウル初めてプレイした時とか、衝撃受けましたし、あとはフォーナーね、初めてプレイした時は、ついにこのシステムやるとこ出てきたかとか思ったしね。他にもゴッド・オブ・ウォーとかゴースト・オブ・ツシマ、最近だと黒神話悟空とかもね、それぞれうわ、これやってくるかみたいなね、目新しいものってあったと思うんですけど、別にそれをね、先に他社に出されたからといって、その時点でね、クエスト終了かっていうと、そんなこと全然ないんですよ。そういった先輩ゲームたちもね、しっかり吸収して、自分の中で咀嚼して、で、自分のゲームにその要素を活かせるのかどうか、活かすんだとしたらどういう風に味付けしていくのがいいか、そういったものを考えながらね、切磋琢磨し合いながら、最終的には自分のゲームがね、一番になるっていうことを目標として、これからもね、活動していきたいと思ってます。というところでね、今回はここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。